人物の立ち姿を描いてみましょう。まず垂直線を引きます。そして上から足元までの位置を決めます。その縦の線を2分化します。指で測ってみましょう。そして2分化できたら、それをさらに半分ずつに分けます。そしてその大きな半分の上に腰が乗って体ができるんですけども、ちょっと早送りで書いてみせますね。ここで気をつけなければいけないことは、どうしても人物を描くと頭が大きくなってしまうということです。少し小さめに描くぐらいでちょうどいいんですよ。さあ、だんだんと形ができましたよね。手をつけて、手はちょっと大きめに描きましょうね。そして足を立派に表現します。線描をまとめて、これで形が出来上がります。では今から塗ってみます。肌の色を作ります。肌の色はローズマダーとイエローオーカーとコンポーズブルーの3色です。たった3色なんですけども、混ぜ方によって色が大きく変化しますので、あなたもいろいろ試してみてくださいね。これをまずフラット塗り、たっぷりの色でフラット塗りです。ざっと塗れたら、同じ色をもう一度作って重ね塗りします。人間の肌というのは単色ではないんですね。部分によっても少しずつ色ムラがあります。また光の屈折によってもムラが出ますので、これを表現するために2度重ねをします。こんな感じですね。むしろムラに塗ることが肝心です。さあ、足の部分です。足は人間の体液が下の方に寄っていますので、上半身よりも赤っぽくなります。膝小僧なんか特に赤いですね。関節の部分に血の色を足してみましょう。人間は血がたくさんあるので、健康的に赤く塗ることが肝心です。足の円筒形の感じを少し描いて、後ろに引いた足の部分を手前に出た足よりもさらに暗く塗ります。これで足の前後感が見えてくるんですね。ではドレスを塗ってみましょう。この場合、後ろから強い光が来てるんですから、ドレスは体の形に沿って暗い日陰になります。ここを明るめのブルーで塗っていきます。ざっくりと大きめにですね。このドレスの日陰の部分が乾かないうちに模様を描きます。にじみの効果ですよ。純色です。まず赤色、大胆にですね。そして黄色色、グリーンやブルーもきっといいですね。華やかな夏のドレスの雰囲気が出てきます。次に髪の毛ですが、日向は暖色、日陰は暗い寒色で、顔の輪郭をなぞるようにして塗ります。今度は背景塗ってみましょう。夏ですので、まずイエローです。たっぷりと塗ってにじませながら少し変化をつけます。絵の具の流れを利用しましょうね。反対側は思い切って暗くて冷たい色です。そして腕とドレスの形を描き起こします。指先ちょっと描きましょうね。ただ指を4本全部描かないことが肝心です。髪の毛は筆を割ってさらっと表現します。足元に移りましょう。日陰ですね。これを描くことで
足にも強く光が当たった形が表現できます。そして足の向こう側に回り込んだ影を描いたら、だんだんと手前の影に移ります。ドライブラシですね。最後に顔に赤い紅の色を加えて完成です。今回は夏の砂浜を歩く女性の姿を描いてみました。ポイントは人体の縦のバランスと、そして肌の色の混色です。いかがでしたか？あなたもぜひ描いてみてくださいね。それではまた。